こんにちは。野菜の日チャンネルです。今回はココア入りの生地にチョコチップとくるみ、クランベリーをたっぷり入れた美味しいシュトーレンをご紹介します。小さめのシュトーレンが2個できるレシピです。長期保存ができますので、プレゼントにもぴったりですよ。最後までぜひご覧ください。まずパン生地を作ります。容器に強力粉、ドライイースト、塩を入れます。40度くらいに温めた牛乳を加えます。カードで生地が滑らかになるまでよく混ぜます。生地を容器の中心に寄せて、蓋をして2倍になるまで発酵させます。バター生地を作ります。バターは室温で柔らかくしておきます。クリーム状になるまで泡立て器でよく混ぜます。砂糖、塩、アーモンドパウダーを加えてよく混ぜます。溶き卵を加えてよく混ぜ合わせます。強力粉にココアパウダーを加えて混ぜます。ふるいながらボウルに入れます。最初はゴムベラで生地を切るように混ぜて、粉っぽい部分がなくなったら、生地をボウルにすりつけるように混ぜ合わせてください。パン生地が2倍の大きさに膨らんだら、少しずつちぎってバター生地に加えます。生地を広げるようにして、パン生地とバター生地を混ぜていきます。白い部分がなくなり、全体がココア色になるまで混ぜ込んでください。クランベリーに熱湯をかけて表面の油を取ります。ざるに入れて水気を切り、キッチンペーパーで水分を拭き取っておきます。くるみは180度のオーブンで5分からいりして粗く割っておきます。バター生地にくるみ、チョコチップ、クランベリーを加えて混ぜ込みます。最初は混ぜにくいと思いますが、生地を広げたり、畳んだりするうちにだんだんと混ざってきます。
生地を広げて、具がまんべんなく散らばっていたら、2等分に分けて丸めます。ボール状に丸め、容器に入れ、60度のお湯で湯煎をしながら30分発酵させます。生地が 1.5 倍に膨らみ、柔らかくなっていたらオーブンペーパーの上に取り出します。手で上から押して直径15センチに伸ばします。生地の周りが割れていたら、この時に整えてください。中心の生地が厚くなるように、内側に2回折りたたみます。オーブンペーパーごと折りたたむと手が汚れずにきれいに折りたたむことができます。折りたたんだ生地の表面にくぼみをつけるように綿棒で押します。手で全体の形を整えて、180度に予熱をしたオーブンで25分焼きます。トッピング用のバターを液体になるまで溶かしておきます。焼き上がったらすぐにシュトーレンの表面にバターをまんべんなく塗ります。バターをたっぷり塗ることで長期保存することができます。温かいうちに粉砂糖をたっぷりつけます。シュトーレンは時間が経つと熟成が進み、どんどん美味しくなります。涼しいところに置けば3ヶ月ぐらい保存可能です。もちろん冷凍保存もできます。生地が冷えるとバターと砂糖は固まります。粗熱が取れたら
しっかりとラップをして1週間以上置きます。バターや砂糖をたくさん使いますが、何日もかけて少しずつ食べるケーキです。食べるときは薄く切って召し上がってください。作り方のまとめ。パン生地材料を混ぜて2倍になるまで一次発酵。バター生地を作る。パン生地とバター生地をよく混ぜる。具を生地に混ぜ込む。2等分に丸めて2次発酵。生地を手で伸ばし、内側に2回折りたたむ。綿棒で生地の表面を押す。180度のオーブンで25分焼く。熱いうちに溶かしバターをまんべんなく塗る。粉砂糖をたっぷりつけて冷ましたら完成です。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。